臭い。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。今回普通の DIY っていうのかな、これ洗濯機がですね、冬場って洗濯物乾かないんですよね。なので乾燥機を使おうと思ったんですよ。そしたら乾燥機が臭いんで、なんでだろうなと思って、洗濯槽の中の匂い嗅いだらすごいカビ臭い、すごくねカビ臭い、なんていうのかな、本当になんていうのかな、湿っぽい洞窟のカビ臭い、なんていうの、この冷えたカビの匂い、なんて表現したらいいんだろう。これは使えないぞということで、なんとか洗えないもんかなって、意外とやってるんですよ。重曹入れたりだとか、オキシクリーン漬けにしたりだとかしてるんですけども、購入してからこれ5年以上経過しておりまして、2017年式17年式っていうことなのかな、17年型の、洗濯機、シャープの洗濯機なんですが、シャープのドラム式洗濯機 ES-S7B の WL という乾燥機能付きの洗濯機です。ちょっとね5年も経ってるということでね、とりあえずねなんとかこの匂いを取ろうということでね、今回はこの洗濯機をなんとか使えるようにしていきます。最悪ぶっ壊しちゃったら近くの山の電気走るかななんて考えてるんですけどね、どうなることやらでね、関係ないというかね、関係があるというか、こいつのせいなんですよ。パソコンがね、なんか昨日普通に閉めなかったみたいでね、もうかなり使えない状態で、とりあえずやることないなということでね、急遽ね今回洗濯機ということでね始めたんですよ、実は。でね、本来だったらね今日からねちょっと新しい企画をやろうかなということで、新しい企画でちょっとねとあるシリーズ化をしようかなということでやっていこうと思ってたんですよ、朝のうちは。でね、さてじゃあパソコン立ち上げてみて、さあどうしよう、パソコンの方がですね5つほどなんかやらなくちゃいけない作業があるんだよっていう風になんかパソコンが言ってるんですよ。でその一つの作業自体が20分30分かかっちゃったんですよね。で5分の15分の2ぐらいまで行った時点でねもう諦めました。今日はパソコン使えねえやっていうことでね、もうねなんだろうね、ほんとパソコンもね苦手だしね、いろいろ苦手なこと多いんですよ、実はドラコヤジは。そんなね苦手なことをね死ぬまでに全部克服できたらいいななんて思ってるんですがね、なかなかね思うように進まないというか、と言ってる間にねいろいろと、部品が取れてきました。これ順番ってどうなんだろうな。とりあえずなんかバラせるところから私バラしてるんですよね。とりあえず扉外して天板外して、なんていうのかな、前のこのパネルをこう全部外してっていうような形でねバラしていくと結構簡単にバラせます。でもうネジさえね間違えなければねおおむね大丈夫なんですよ、きっと。なんでね一応ネジだけこのなんていうのかな、セクションごとというか、この外したパーツごとに、ビニールに入れたりトレーに入れたりして、トレーなんかはね本当にお金かける人も、私バイクやってるんでね、バイクのにはねでもね100均のネジを入れるトレーとかですよね。で普通に家でやるんだったらキムチの蓋とか、今回はねキムチの蓋を使ってトレーをこう何個か用意してやってるんですけどもね、そんな感じでいいと思います。でネジだけはね同じなんていうのかな、パーツを外してても場所によって長かったり短かったりあるんで、それだけ注意すれば特に問題なく、でバラす時よりも戻す時の方が大事だと思うんでね、それをミスらないようにやればいいかとは思います。と言ってる間にね、もう内釜っていうのかな、この中のドラムが取れるところなんですけどもね、これドラムの蓋のところに重しがこれ4つ5つついてるんですよね。これ外せた方が多分作業は格段にしやすくなるのと、あと
ゴムホースがつながってるんです。これコーキングしてあるんですよね。コーキング剤をちょっと使うのがめんどくさかったんで、私は前面のこの、外側のドラムの蓋の部分ですか、それはね外さなかったんです。外さなくてもね、なんとかできるんで、ゴムビヨーンってゴムのホースビヨーンって伸ばすとできるんでね、私はそのやり方でやりました。でこのシャープの機種ってドラムを止めてある、内側のドラムを止めてあるネジが後ろ背面についてるんですよね。これ 19mm のでっかいネジなんですが、ちょっと立派なメガネレンチか、立派でもなくてもいいや、これ結構安かったんだよな、メガネレンチ。これそんな高くないメガネレンチです。これかけてゴムハンマー、ポンド 450g のゴムハンマーで簡単に引っ叩けば簡単に外れますんでね、お試しあれで、電動工具使えばいいんだろうけども、なかなか電動工具を持っていらっしゃらないご家庭のために、私一応ハンドツールで今回やってみました。で結構ね、ドライバーだとかね、インパクトドライバーあるとね、かなり便利ですよ。もうちゃちゃっと終わるんだけども、今日ねこれやってね、腕パンパン筋肉痛ですよ本当に。昨日なんだけどね、これ今翌日編集してるんですけどね、昨日のこの洗濯機のこの解体でね、腕パンパンなんですよね。やっぱりねハンドツールってもうベーシックというか、もう本当基本の基本なんですけどもね、たまに使うと筋肉痛になるといういい運動になりますよ。でも、そんなどうでもいい話をしているうちにね、ドラムが取れました。すごいこれね、表面硬く、最近この洗濯機使ってないんだよな。表面がね硬くなっちゃってるんですよね。なんでとりあえずどうしようかなと模索中です。でその間にちょっと拭けるとこ全部拭いていこうかなということで、これ後ろにこれ洗剤を通してこの水と合わせてこう流し込むのかな、それなのかなんかね汚れてたんでね、でこれパカって開くのかなと思ったら開かないんで、これあんまりバラして掃除するまではないのかなって思いました。もしついててお時間のある方はやってもいいのかななんてちょっと思いましたけどね。問題はね、この外側のドラムの外側の部分なんですけどもね、これシャープの作りってこれデコボコが多すぎるんですよね。なんでしかもドラムが、後ろ側にこの15度とかそのぐらい傾いてるんですよ。なのでこの穴ぼこいっぱい、6箇所穴ぼこ開いて、穴ぼこというかなんかくぼみがあるんですが、そこにね本当にもう洗濯洗剤のカスというか、本当ヘドロ状になったネズミ色のこのカスですよね。それがね溜まってて、これも香りというか匂いの原因なのかなってちょっと思いました。で一応カビキラーで対応してるんですけども、カビキラーじゃなくてもこれぬるま湯でいけちゃうんじゃないのかなって。そう、この横なんていうのかな、ドラム式の洗濯機ってこれ水が排水されないんですよね。電源切れてる時って水が溜まったままの状態になっちゃうんで、実はこれ水ちょびっとしか使えなかったんですよ。なんていうのかな、このドラムのこの外側、なんていうのかな、このドラムのところに水が溜まっちゃうんですよね。で流れてくれないんで、ほんと少量の水でやってたんですけど、だったらなんていうのかな、バケツなり洗面器なりにお湯を入れて、それで落とした方がはるかに効率いいと思います。もっともメーカーの機種によったりだとか、メーカーによったりメーカーによっても機種によったりでその仕様が異なるのか、なんていうのかな、排水できるやつもあるのかもしれないんですけどね、このシャープの方は水が溜まる一方でね結構手こずりました。あとねもう一つ、これね家の中でやる作業じゃないってことも確かです。これね外に出してやれればいいんだろうけど、外に出してやれない場合の方が多いのかな。そもそもの話、このドラム式の洗濯機ってめちゃくちゃ重いですよね。なんでねおそらくこういうやり方になるとは思うんですけども、水浸しになることが覚悟、洗剤だらけになることが覚悟、汚れるのを覚悟してやる、もしくは、ブルーシートとかそういった養生をしてやる方がいいのかなと思いました。というわけで次はドラムの方のこいつが諸悪の根源だなと、本当ね見るからにもう悪人ですよね。こいつをちょっと退治じゃないな、綺麗にしていきます。
で先ほどねこのドラムの外側の部分、これをね掃除してる時にねドーラー工事はハッとひらめきました。これ水道水じゃなくてお湯の方がいいなというわけで、残り湯また沸かし直してぶっ込みました。しかもねこれ重曹ぶっ込んでます。重曹ね300、結構ドボドボぶっ込みました。なんでねこれ浴槽が大丈夫かと思うぐらい、もうしょうがない。これでもね超楽でした。妻に怒られるの覚悟でねやっちゃいましたけど、もう本当にね簡単に落ちちゃうんですよ。これはおすすめなんでね、ぜひぜひトライしてみてください。でこのドラムなんですが、シャープのやつはステンレスの部分と、アルミの部分、これで分かれてるんですけど、アルミはもうこれどうしようもないんですよ。白くサビみたいになるんですよね、アルミって。そうなっちゃってたんで、若干240番ぐらいの耐水ペーパーでこすったんですけども、あんまりやる必要はないのかなと。ここまでこすって落ちないものって多分匂いとしても出てこないのかなってちょっと思ったんでね、汚れだけはきれいに取って、それで終了ということなんですが、もうみるみる落ちる、本当気持ちいいぐらいに落ちましたよ。で最初はねこのデコボコ大根おろしのおろし金みたいな形になってるんですよね。なんで、スポンジでやってたんですけど、スポンジがね本当大根おろし状態になっちゃったんで、歯ブラシの方でちょっとやっています。でそのうちにねもっと便利なもんねえのかななんて思ってたら、使い古しというかお風呂を掃除する時に使ってる使い古しの体を洗うこのなんていうの、たわしみたいな長いナイロンたわしみたいなあれがあるんですけども、あれでやったらねもっと早くなったという、本当ね初めからそれ使えばよかったなって思って、でもねすごい綺麗になりましたよ。歯ブラシなんかはねほんと細かい、このアルミの部分とステンレスの部分のこの Y の字になったこのなんかベンツのマークみたいな、それのね隙間なんかねほんとよく落ちたんですが、このナイロンたわしはね本当に面をこう綺麗に一瞬でこう面が綺麗になるっていう、これ重曹水なんでねアルカリが強い水なんでね、そりゃ落ちるんだろうけどもね、それとねこのナイロンたわしのこの速度もう半端じゃないですよ。本当これね15分ぐらいで終わっちゃったのかな。本当にねおすすめはしないな。これね風呂汚れますんでね、これ覚悟してやってください、やるときは。でもねこれが収まるような容器っておそらくどこの家庭もないんでお任せします。はい、各ご家庭でご都合で。でね、洗ってて気がついたのが、このプラスチックの部分が取れないと思ってたら、これ爪持ち上げれば取れるんじゃないということで、ネジを2本外して、このマイナスドライバーで爪をちょっと浮かしたんですよね。そしたらもうね簡単にポロって取れたんで、ここも洗いました。ここの中もすごいことになってました。3つこのプラスチックのこの要は洗濯機をバタンバタンとこの攪拌するプラスチックのパーツなんですけど、その中に本当ヘドロ状の本当にさっきの洗剤カスみたいなやつと、あとうち子供女の子なんですけども、髪留めのピンみたいなそういうののなんかそういうのが挟まってて、えらいサビが発生してたんですよね。ここなんですが、これ本当マイナスドライバーで削り落としたんですけども、さすがステンレスですよね。サビが、綺麗には取れました。これサビ読んじゃってるだけで買ったんですよね。なんだサビペロンだかピロンだか買ってそれをやろうと思ったんですけど、まんまとねちょっとね秘密基地の方にね忘れてきましてね、今回それは使えなかったんですけども、次回はまた5年後かな。ちょっとこのサビをペロンと落とすちょっとその薬剤をちょっと使ってみようかななんて思ったんですけどもね、水でここはねお風呂場なんでね、もうジャバジャバ水使えるんでね、こうジャバジャバ水使って落としました。このドラムの内側っていうのはね外側と違って大根おろしのおろし金の逆なんでね、これいくらこすっても擦れないっていうか、もう大根おろしじゃないからねあれなんですけど、もう本当に引っかかりなく、もう本当に綺麗にさっさと汚れが落ちるという。でやっぱりねプラスチックの裏の部分、それは当然なんだよ、当然じゃ当然なんだけど、予想通りの汚れだったんでね、これも歯ブラシで簡単に落ちたんでね。でもね細かいんでね、ちょっとドラムやるのと同じぐらい15分ぐらい、かける3、3つで、ドラムと同じぐらいの時間かかっちゃったんですけどもね、これもね綺麗、ここも綺麗にしないとおそらく匂い残るんじゃないのかなっていうふうに思いました。
でね、ほんとね横着してたわけじゃないんですよ。ちゃんとね本当に洗濯槽ドラム式クリーナー、カビが 99.9% 落ちるっていうのね、月1ぐらいで使ってたんですよ。使ってたんですが、このざまですよ。あれやっぱりね、うちの運用の方が本当悪いのかな。洗剤どこどこ入れる、入れりゃ落ちんだろうっていうような変なね、昔の人の発想でね、洗濯物を洗濯機を使ってるんでね、それも良くないのかなと。だから最近ね、洗剤を入れるのも全自動な洗濯機に変えようかなと思いつつ、ごめん妻直しちゃったということでね、謝った方がいいのか、これ喜んだ方がいいんだよね。お金かからないのにね、頑張って直しましたよ。あとは組み立てるだけですね。でこのプラスチックのパーツバラす時外さなかったんですが、このプラスチックのパーツとこの中にベアリングが入ってるんですけど、そこのところにワッシャーを入れなくちゃいけないのが、ワッシャーがこの下のこのブラシレスモーターなのかな、それのね隙間に落ちてて、これ気がつかなかったらねぶっ壊してたなと思ってね、ちょっと本当に事なきを得たんですけどもね、やっぱりちょっとでも異変があったら先に作業を進める前にね、よく確認した方がミスは防げるのかな。たまにやらかしますけどね。こんな感じでね、外したのと逆の要領で引っ叩くという、あんまりこれトルクかけちゃいけないとは思うんです。手で締まるぐらいで多分いいと思うんですけどもね、念のためゴムハンマーで一発引っ叩きました。後ろ側はねそんなにバラす部分がなかったんでね、あとは、後ろのカバーをつけて、完了。この背面を止めるビスなんかは、プラスのネジ山じゃないな、プラスのドライバー何言ってんだろう、プラスのドライバーでね開け閉めできるんですけど、その他にこの六角のこのネジになってるんで、六角のレンチを使ってこの開け閉めもできます。でもねそんなにねがっつり閉める必要はない。もう本当もう軽くじゃないな、そこそこだけど、ね、手で閉まる程度で十分だと思います。これネジがね8個か10個かそのぐらいなんですけどもね、外したのをまた元に戻せば問題ないとは思います。最近はね本当電動工具もねかなりリーズナブルなものからかなり高額なものまでいろいろ出てきましてね、私なんか本当にねそんなに電動工具ってなんていうのかな、あんまり使ったことない人だったんですよね。最近はもう本当電動工具を多用してますけどね、それまではね本当ねハンド工具が好きなわけじゃないんですよ。電動工具が買えなかった人なんですよね。だからねでもあるとね本当ね楽しちゃいます。自分が買ったなんていうのかな、電動のちっちゃいドライバーなんかねちょっと力が弱いんでね、もう一回自分の手で締めなくちゃならないというめんどくさいやつなんですけど、ものによってはね本当一発でね締め込みもきっちりできるっていうようなね、そういった電動のドライバーとかもあるんでね、そういうのを使ってねやった方がね体の負担はないです。このドラムの外側のこの蓋、これを固定するのが一番重要だと思うんですよね。でこれを失敗するとおそらく水漏れの原因になったりだとかすると思われます。これパッキンが入っててね普通に締め込めば特に問題ないとは思うんですけどもね、しっかり合わせてから仮で留めてしっかり合わせてから本締めしていくっていった形の方がいいとは思います。でおそらくそんなに気にする必要はないかとは思うんですけども、一応対角で締めていった方がいいのかなっていうふうには感じました。と言いつつここなんか対角で締めてないんですけどね、最後の1個でしたこれで。ネジがねこの洗濯機はね、13本のネジが使われてました。で一応今最後にこの緩みがないか増し締めというかちょっと緩んでないかの確認を、しているところです。さすがにね13本もあるとね数えて回っていかないと飛ばしちゃったりなんかして、たまたまその飛ばしたのが緩んでるとかなんだとかで水漏れをしてしまうとか、本当にねそうなるとね結構ねまたここまでバラすのめんどくさいんでね、ここら辺はまずいなってところはね結構念入りにネジの、締め付けの確認これはしておいた方が良いかと思います。でここ外したんだけどあんまり意味なかったんだけど、意味なくはないな。このブランブランしてたおかげでね結構
楽だったんですけど、これ多分あったかい風が流れ込むそのダクトというか、そのなんていうのかな、送風口だと思うんですけどね。あと下の方にね、なぜかこれバンドでこのビス2本でケーブルが止まってたんですけど、これも元通りに戻していきます。最近の家電ってなんかハイテクの割になんかケーブルが少ないというか、本当配線がなんかすごくまとまってるような感じがで、なんていうのかな、この機械の部分がこう一箇所に集約されてて、操作のパネルとドアセンサーと部品の構成がすごくこの簡略化されてるというか、こうなんていうのかコンパクトにまとめられてるんでね、本当にねこうバラすのも最近すごく楽だなって感じるようになりましたね。この銀色のでっかいパネルなんですがね、上と下左右 4箇所にね爪がついてるんで、その爪引っ掛けるとね簡単にこうネジが止められるという。でこのパネルが重要なのはね、ドアヒンジもこのパネルについてるんですよね。なのでね、このパネルは結構重要なのかな。でこれ面白いこと発見したんですよ。右開き左開きってこれドアヒンジ一緒みたいですね。で要は戸が閉まってる閉まってないのは、今この触ってるこのセンサーを反対側につける、これは多分左右で違うと思うんですけども、これ反対側のセンサーを取り寄せてヒンジを逆につければドアついちゃうんじゃないのかなってちょっと思いました。というかね、このスイッチのセンサーがもし上下関係ないんだとしたら、反対側につけちゃえば多分なんか完結しちゃうんじゃないのかなって。ケースも反対側だと下が上に来るからなんか合いそうな気がしますよね。さすがにちょっとねやろうとは思わなかったけど。でケーブルの方はねこれ元に戻す、これねつまむと外れるんですよね。でつまんで外したやつを、押し込むとまた元に戻るという形で固定しました。でこのゴムなんですけどもね、ちょっと汚れはあったんですけども、カビキラーで全部汚れ落ちちゃったんで、これほんとね薄いゴムなんでね、ほんと破れるか心配だったんですけどもね、無事に破れずにこう綺麗に止まりました。これもねなんか接着剤で止まってるのかななんて思ったんですけど、これは本当針金にバネがついた長い金具、これで固定してるだけなんですよね。本当に簡単な構造だけどしっかり止まってて、すごくよくできてるなと、もうびっくりしました。このドアのパッキンなんですけどもね、これメーカーで取り寄せられるのかな。取り寄せられるんだったらね、これあんまり汚れがひどいようだったらね交換した方がいいのかななんて思うけど、どうなんだろうな。 DIY とかでなんていうのかな、この業者でもないのに売ってくれるのかどうなのかちょっと微妙なところですよね。このパッキンの方もねちゃんと一周ぐるっと回ってみて、しっかりこの銀色の板じゃないな、鉄板の方にしっかり入ってるのかを確認してね、曲がってるとね多分これ水漏れしちゃうと思うんですよね。なのでねこれを気をつけといた方が。あとこの上の部分、三角の突起が出てるんで、この上の鉄板に書いてある上の部分と合わせるようにすれば多分問題ないと思います。でこの針金にバネのついたこの金具で、もう引っ張って固定するんですけども、この引っ張るところね穴ぼこが開いてて、ちょうどラジオペンチみたいなのがねこうぶっ刺さるんですよね。それとあともう力ずくでグイーンって引っ張ってこの穴にぶち込むというか穴に入れると、でこれで止まるっていう、そういう簡単な構造なんですけど、これ本当に1回転することによって一周しっかり固定できるっていう、すごいなんか素晴らしい発想だなって感動しましたよ。ここまで来たらもうゴールは近いですよね。あとはね本当化粧パネルっていうのかな、このパネルを全部取り付けて完成なんですけども、本当にネジがねほぼ一緒なんですよね。たまにこの場所によってはねちょっと短い、ビスもあるんですけど、おおむね同じ長さなんでね、あんまりなんて言ったらいいのかな、この洗剤の入り口だとかちょっと蓋が開いたりするところがおそらくステンレスなのかなって、ちょっとステンレスのネジっぽい色なんですよね。だからここの洗剤入れるところと、あと右下のこの糸くずフィルターのところのネジ、それとあとは上の乾燥機のなんつうかな、綿がこう取れるって、そういったところの入り口があるんだけど、そこに入ってるネジのその3箇所かな、それがステンレスっぽいネジでした。
それもね外した部位ごとにこのトレーかなんかに入れとけば絶対付け間違いっていうのはないので、このトレーをねいっぱい用意しとくとキムチの蓋をいっぱい用意しとくと結構便利です。ぜひぜひお試しください。でこの前の一番でっかいパネルの方がネジ6個プラス、洗剤投入口のところに1個の合計7個、その洗剤投入口のがステンレスっぽい色のやつですね。でこの一番下の、糸くずフィルターの、ところ、このネジもステンレスのやつ、あと下2箇所止まって合計3つ3箇所止まってます。まあね、おおむねね大体一緒だとは思うんですけども、各メーカー各その型番各年代によってね、おそらくネジの位置とか形とか数とかも変わってくるんでね、それはそれに応じたその機種の、数で当たり前なんだけど、やるといいのではないでしょうか。これ扉もね、これね長いビス4本で止まってるんですよね。その上にカバーがこうかぶさって、これがビスが3本で合計7本で止まっておりました。でもね、ドラム式洗濯機の中でね一番働き者のこの扉がこんなネジでいいのかなっていうぐらいのこの華奢な、普通のパネルを止めるパネルを止めるネジと同じ、規格のネジだったんですよね。これもう少し立派なネジでもいいのかなって、実際このシャープの機種なんですけども、扉がちょっと下に下がってきちゃってるんですよね。なのでヒンジも合わせてねちょっと改善の余地があるのかなって、当然5年もすれば改善されてるのかなってちょっと思いました。で最後の天井のパネルの前にもうすでに見えてると思うんですがやらかしております。本人全然気づいておりません。なんで浮いてんだろうななんて思いながら軽く覗いたけど見えなかったんですよね。でしっかり覗いてみてね、結構苦笑いでした。やべえ恥ずかしいなって思いつつ、というわけでね、気を取り直してこういくはずだったんですよ。この天面のパネルなんですが、固定するネジは合計7本ですね。5本普通のネジと2本がそのなんだろうかな、乾燥機のこの綿くずが出るその綿くずの、蓋の部分のところに2つと、そのネジを締めて完成なんですが、もう油断しまくりですね。本当にキムチのトレーは挟むし、カメラは落っことすし、本当にね結構疲れるんですよこれ。もし作業される方は心して作業された方が。でもねそのねやっぱり苦労を忘れさせるぐらいね感動的なゴールが待ってました。本当にねやってよかったなって今でも思いますけどもね、また5年後にやるのかって思うとゾッとするっていうか、5年後あと5年後は買い替えかな。でもそういえばなんだけど、あと5年もしたらね本当に最近のなんていうのかな、技術の進歩って目覚ましい、とてつもない速度で進化してってますよね。だからあと5年後なんかは洗濯機すらなくなっちゃうんじゃないのかななんてちょっと思ったりもしたけど、そんなことはないのかな。で試しに、1回運転してみました。運転っていうのかな、洗濯乾燥まで、させてみました。そしたらね本人もびっくり、本当にね匂いが消えました。本当これは快適ですよ。それと合わせてね本当に組み間違えて水漏れとかしてんじゃないのかって思ったんですけどもね、おかげさまで水漏れ等もなかったようです。本当にね道楽ばっかりじゃなくてね、たまにはねこうやってね家族にも貢献しないとね、私の生活が私の趣味が危ぶまれるのでね、今回は洗濯機の大掃除ということでやってみました。今回もね最後までご視聴ありがとうございました。道楽親父でした。